主人が亡くなった時点で私はもうやる気なかったんです。長男がねサラリーマン辞めて手伝うからやろうって言ってくれたのが、じゃあもう一回やろうかなって思わせてくれたきっかけかな。2つ食べうどん大盛りのマーク盛りになってます。はい。うどん好きであちこち行くんですけどね、一番美味しいかもしれない。固めじゃないと武蔵野うどんとは言えないですよね。うまい。だしも美味しいし、コシがすごい。お待たせしちゃってすいませんでした。ありがとうございます。やっぱり真心はこもりますよね。美味しいっていう声をいただけるのが一番のやりがいなので、こんだけ頑張る価値がありますよね。またお願いします。ありがとうございます。朝一で来て出汁を取って厚削りのかつおベースで、あとはいろいろブレンドしてるんですけど、約1時間沸騰しない程度でじっくりと出汁は取ってますね。父の頃からの返しです。継ぎ足し継ぎ足しで。あ、兄です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。朝一で来てうどんの生地を作って、で僕は僕で出汁を取ってつゆ作りをしてます。まあそういう分担で今朝のもう6時前とかには来てやってます。朝早い。今日だって5時40分ぐらいにはもうお店にいたから。いつぐらいからお二人はこのお店をメインでやられるようになったんですか？元は10年前？もう僕は10年ちょっとになりますね。学生を終えてすぐもうここで父と母と一緒に。父がね怪我しちゃったんですよ。学生だったんですけど、ちょうど夏休み期間っていうのがあって、とりあえず来いと。きっかけがそれですね。それが多分なかったらやってなかったと思います。今5年目かな。父が亡くなったタイミングでじゃあ一緒にやろうってことで、そう僕もここに入って。30年もやってんの。嘘みたい。主人が亡くなった時点で私はもうやる気なかったんです。もう無理だなって。長男がね自分がサラリーマン辞めて手伝うからやろうって言ってくれたのが、じゃあもう一回やろうかなって思わせてくれたきっかけかな。長男なんかずーっと野球漬けだから、もう小学校の時からもうずーっと野球しかやってなかったからどうなっちゃうんだろうって思ったけど、ちゃんとやってるからびっくりしちゃうね。
そうです、武蔵野うどん。太麺なんですね。そうですね、太めですね。特徴の一つであるかもしれない。埼玉県産の何種類かブレンドして作ってます。でうちは特に地粉など、あと全粒粉とかも入ってるんで、胚芽っぽい、グレーっぽい、真っ白ではないんですよ。すごい体にいいんですよ、全粒粉。当時父が入れ始めた時はそういうところまずなくて、やっぱ父はそれを入れると香りが良くなるから入れたいってことで入れ始めたんですよね。お父さんってどういう方でした？自分は怖い子供の時から怒られてる方で、ずっと野球だったんで、親父が打ってるところとかもあんま見たことなくて、やってみてこんな大変なことを毎日やってたんだって初めて知りましたよ。父はもうカリスマ性の職人ですよ。だから父に習いたいっていうお弟子さんもいっぱいいましたし、お客さんも父に会いに来るっていう感じで。怖いけど僕のね友達なんかにはすごい人気者でしたよ。すごい面白い人だったかな。亡くなったご主人のお話をお二人から聞いたんですけど、人気者だったって聞きましたけど。はい、ひょうきんな人だから本当に人気者だったよね。女の子にはモテたし私はさ、4時に切れるようにしてあるの。で、それやめたの。でもね、4時は3時だ。でもね、やめて、4時に言うんだけど、お昼までつけとこうと思ってなんかね、うまくできない。それね、すったての材料です。この川島町の郷土料理の一つで、夏場に食べられるものなんですけど、5月から9月いっぱい。あとみょうがときゅうりと大葉とをチャ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 って切って、で合わせてあえて。これはちょっと色濃いね。これが800ぐらいある。このみょうがを切るのがすごい包丁名人だもう15年です。これね、これまだ洗ってる。うちは炙ってます。じっくり炙って油を出すんだけど、それによっておつゆの中に入れて煮る時にね、煮る時間が少なくて済むんですよ。で煮れば煮るほど硬くなるから、なるべく早く仕上げるためにこの脂身のところを少なくしとくの。でね、なるべく時間をかけてゆっくり、油がちょっとずつ出てくるんですね。出てくるこの油は料理に使います。鴨汁の中にこの油をちょっと入れてあげると鴨の風味が増すんです。必ずネギをね焼いてるんです。焼きネギ、おつゆの中に、あったかいおつゆの中に入れるネギをね、片面だけね、片面だけ焼くのは噛んだ時にコリコリってするから、両面焼いちゃうとしなっとしちゃうの。わざと片面だけ。冷やしたぬきうどんって唯一の天ぷらの商品があるんだけど、それに使う一番玉ねぎの中心部分の甘いところ、美味しいんだよ、この天ぷらにするとよくしょ。粗めにすったザクザクとした大根おろし。
まるでご飯のように温かいつけ汁、肉汁、きのこ、田舎汁に薬味としてつけるんです。毎日毎日おろすんで、結構もう本当に新鮮だし美味しいですよ。食品衛生の優秀なところにしか表彰されないみたいです。お掃除好きの人ばっかりなんで助かります。どこ見られても恥ずかしくないようには常に心がけてはいるんですけど、上からバケツで水かけてくださいってどういうことですか？いやそうすれば生き返るからまた行ってきます。すごい並ぶんって聞きましたけど、まあ平均して9時半なんですけど、早い人は9時頃来る場合もあります。とりあえずきれいしてはいいつぐらいから通ってるんですか？ 1年前ぐらいですかね。うちの嫁が好きで、コシとやっぱ美味しいですもんね。うどん好きであちこち行くんですけどね、一番美味しいかもしれない。チャレンジメニューです。こんだけ大食い YouTuber の方とかがチャレンジして皆さん食べていっちゃったんですけど、お願いします。ご注文以上で大丈夫ですか？揚げ餅、あと揚げ餅。はい、おすすめです。ありがとうございます。すった冷や中も点です。しっかりお皿に。
ざるちょうだい2つ。麺を締めるところなんですけど、氷が張ってて周りに常にずっとキンキンに冷えてます。じゃあいいよー。いやすいよはいよ。はい、お待たせしましたはい、行くよ。はい、お待たせしました。次の手足もいいんだよね。ね、美味しかったです。美味しかった。コシがあってね、はい。美味しいですね。やっぱり固めじゃないと武蔵野うどんとははい、言えそうでないですすからね。ね。美味しかったですね。ですよね。吸ったて良かったですね。埼玉県の B 級グルメで、川島町ですったてを出してそれが優勝したんですけど、すいません。したすったてうどん大盛りのマーク盛りになってます。ごゆっくりどうぞ。先週も食べました。先週釜茹でなんですね。そうなんですよ。父からずっとこれだったんで、もうこのやり方しか知らない。父からのものなんで大事にこのままでやってます。
いいや。いっちゃってそれ。ここ難しいの、パラパラにするの。もうちょっと。そうだね。持っていく。ありがとう。お待たせしました。こちら冷やした肉中盛りになります。まあ、うちのメニューにもあるね、鬼おろしうどんって。今の時期はすごい出ますね、やっぱり。さっぱりしてます。水分が出ないんですよ、粗く削るから。もう大根そのものの噛んで甘みが出るんで、すごくおすすめなんですよね。おろしですね。すっごい粗いですこれ。美味しい。美味しい。じゃあ300いっていいのかな。お持ちですからね、取ってください。はい。お待たせしました。失礼します。はい、冷やし讃岐うどんの特盛りになります。お餅もつゆにつけてお召し上がりください。想像以上でした。想像以上。やばい。お待たせしました。はい、お待たせしました。はい、お待たせしました。はい、じゃあ上がります。次の冷やしもいいんだよね。いいよー。めちゃくちゃ冷たいんです。いいごめん。はいよ。それがいいね。はい。冷やし。はい、お待たせしました。お待たせしました。
結構だよ、もう10年以上だね。10年以上。親父もだからいい男でさ、土地が低くて、あの人が店を作ったんだからね。お土産なんか俺も奥さんがうどん好きだから買ってくのね。すぐ名前を覚えてさ、商売上手だったよね。はい、肉決まり。肉汁うどんの中盛りのお客様、失礼します。切り落とし。一番端っこの耳の部分、おまけっていうか当たり、これあると結構お客さん喜んでくれるんで、大体10人に1人当たるかなぐらい。じゃあいただきます。いただきます。うまい。ネギもほら焼いてあって。切り落とし。広くてうまいねこれ。味噌がうまいんじゃない？そう。八丁味噌でしょ。うまいんだこれ。本当は冬場食べるんだよね。好きだから夏でも食べちゃう。その後冷や中にすった。はい、じゃあすった。はいよ。大盛りの野菜増し。ある？はい。お願いします。ありがとうございます。お待たせしました。すったてうどん大盛りの野菜増しになります。すったてうどん中盛りの野菜増しです。ぜひどうぞ。だしも美味しいし、コシがすごい。おまけもついてる。すごいね。シャキシャキして美味しいですよね。おうどんが美味しいのと、すったて大好きなのと。すったてすごい出ますね。やっぱ一番人気ですね、今の時期。特に今日暑いからすったてみたいにさっぱりね食べたいんでしょうね。冷凍の方も家で普通に食べても全然同じ味、それ目指してきたんですけど冷凍は今日なくて、今日は冷やしたぬきうどんと、すったてうどん美味しかったです。冷凍リベンジもしたいどうもありがとうございました。また来てくださいね。また。はい、入りましょう。はい、入ります。はい、お待たせしました。いらっしゃいませ。手さり冷やし渡して。手さり次冷やしにすったりゃん。はい、すった。はい、お願い。ちょっとお願い。はい、冷やしいいですか？はい、お待たせしました。お待たせしました。はい、行くよお待たせしました。聞いてなかった。はい、行くよ。はい。
お味噌がすごく美味しいんですよ。なので来たら絶対夏でもこれでこんな感じかな。これ増しなんですよ。野菜増しなんです。これ1個が2個になってるんですね。夏はこれです。通っちゃう理由は美味しいからですよ。これなかなかこういうの釣ったてないですもんね。食べさせてもらえる。この間もすごい混んでた時やったんで、休みの日はすごい休みの日は思ったんだけど。すごく美味しかったです。店員さんもすごいいい人ばっかりなの。イケメン2人の兄弟です。また来ます。それ入れてのでしょ。それ入れての。はい。うちはね、時間じゃなくて触って判断してるんです。ビール合ってるかどうかを。最初はもうチチって言いながらやってたんですけど、今はもう騒がないでできるようになりました。慣れです、慣れ。はい、いらっしゃいませ。鴨の大盛り。大盛り。何？はい、じゃあ行くよ、炙り。はい、鴨行くよ。まゆみさん。なあ、3枚目、3枚目。はい、スッチュ。お待たせしちゃってすいませんでした。ありがとうございます。お近くですか？あ、東京から。遠くからありがとうございます。またお願いします。遠いところからいろんなそう来てくれるんです。ありがたいことに。なるべくね、僕が空いてる時は絶対行こうとは思ってますね。やっぱり一人一人にちゃんとお礼と話もしたいですし。またお願いします。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。どういうところが通っちゃうポイント？全部が美味しいところとスタッフの笑顔が人柄がいいところです。お母さんと2人がいい感じですね。人柄がね。暑い中お待たせしちゃってすいませんでした。ありがとうございます。私1個ずつ持ってっていいよね。はい、また来てね。いつもありがとうございます。すいません。はい。
お待たせしました。秋田さん。やっぱり真心はこもりますよね。やっぱりすごい大変なんです、朝からやっぱ肉体労働で美味しいっていう声をいただけるのが一番のやりがいなので、こんだけ頑張る価値がありますよね。はい